を兼ねて久留米の田舎町の魚屋でやっぱ盛り上げていかんなってやっぱ思いますね。負けたらいかんとかやっぱ思いますけどね。いいと思ったのはもう一番高い値で買います。7番です。左です。定位置お願いします。お父さん普段からそのお魚食べるんですか？どっちかというと肉の方が多いです。今からはもう子供たちがアイデア出していろんなことをやっていかんと生き残っていかんからなんですね。もう40年昔の店からするとひどい時はもう週のうち4日か5日ぐらい週4日ですか？お父さん聞いたらもうすごいお店が長いらしいですね。100年ぐらいかじいさんがリアカしたとこからするならもう100年はなります。長男何が、社長で代替わりで事実上、引退にはなるんでしょうけど、まだ毎朝魚市場に行くのが生きがいみたいなんで、はいはいはい。じゃあもうこの子もきっとお魚食べるようになるんだね。1481円。ここの食べたらよその食べられないですよ。はい、大量買いありがとうございます。はい、ここの食べたら他のところの食べない。そうだからよそで買ってくるなって言われる。6時に競りが開始。魚が少ないんで、早めに終わると思うんですけど、7時前ぐらいに終わってお店に魚を戻って、はい、魚屋は朝がちょっとピークというか朝が勝負なので、魚が多い日はもうすごいですね。いろんな魚をさばいて、なのでうち今2日前から福岡県産のサーモンを取り寄せしてて、それで代用したりしてますね。今まですごい何でも上がりますからね。給料上がらないのにね。今日はですね4時半ぐらいやってます。半ぐらい。別の仕事されてたんですか？そうですね。地元に帰ってきて、はい。で帰ってくるつもりも正直その時はなくて、はい。コロナになって今まで考えないようなことを考え始めるようになって、はいひいおじいちゃんからの魚屋だからお父さんのこととか買えるかみたいな。実際に厨房に立たれてるのはお父さんなんですか？そうですね。もう70近くなるんですけど、はい、自分でやるっていう性分なんでしょうけど、おそらくつけました。水曜日がですね、荷物が少ないんですよね、こっちに来られる、お魚を持ってこられる人があんまりおらんけん、もう本当はもうコンクリートが見えないぐらい埋まってるんですよね。青い帽子かぶってる方が一番の職員の方で、赤いバッジがついてる方が競りをやる方ですね。こういう競りの帽子かぶってる人は魚屋さんですね。おはようございます。本当ですか。よろしくお願いします。いただきます。まあもう魚全然ないですよ。自分が親父に着いた時の比べても10分の1ですよ。なかなか難しいですよね。おはようございます。
どうやったんですか今日は。長崎手繰りがあったけど、なかなか道具もとか少ないですよね。福岡見て久留米の田舎町の魚屋でやっぱ盛り上げていかんなってやっぱ思いますね。負けたらいかんとかやっぱ思いますけどね。冬日は集荷がないけんですね、こんだけしかないとですよ、あそこまで並んで2回ぐらいあれしちゃったよ。立ち競りやなかったけんですね、どんどん流してそれで値をつけるというような形やったけど、もう終わるのが8時でそれから仕込みして、あの時代やんけんできたっちゃろうがって今は無理ですよ。もう朝の仕込みが一番大事やけどね、いかに早く品揃えするかですね。魚はある時に買わんとなかったですよ。でここも同じ市場なんですよ。久留米支部です。福岡は大量の魚が入っても上送りに外国送りでしょ。市場全体がですね、久留米より上やけんですね。久留米みたいに下がるとかね、値がつかんというようなことはないですね。青門から始まるので向こうで、大体置いときは両方全部並んでるんですよ。浦川さん何かありましたか。地域によって、海によってまた味とか違うんですか、作り方というか。それも全然違う。産地で決めたりすることもありますし、タイとかの中身、外のその大きい海に面してないタイは身がいいけど身が太ってない、太って美味しいとかいうそういうのは言いますね。いいと思ったのはもう一番高い値で買います。サワラです。OK です。
こっち中トロになります。あっちは赤身で、これが背トロの方です。でここから筋の入ってるんですよ。でこのまままっすぐ切っていくとこの筋に当たるから、ここら辺までであと1本ぐらいでも、あとは筋にかかりますから、あとはこの上を三角に落とさんといかんですね。でこの三角のとこをネギトロに回します。どうしても筋が引っかかるので、ネギトロになります。ここまでが中トロですね。これ6時から。 6時からですか。そして焼き魚と地魚しかなかったんです。海鮮丼を魚屋さんやけ作ろうとか、天丼を作ろうとか、海鮮丼の上をもう一丁よかつに作ろうとか、メニューを増やしていいのか悪いのか、そこら辺はちょっとわからんとなってるんですね。あとはもうこの3つぐらいで、海鮮丼ぐらいまででいいのかもわからん。エビがですね、一番でかいやつですね。こんなでかい、結構出ることになったんですよ。年配の方ですね、70過ぎの方が多いです。昔エビ中とほら高級品で昔食べられんやったやなかやつ、天丼って意外と人気があったですよ。極み六貫とか極み十貫とかはですね、いらんこ思いついたもんやけですね。器も小石原まで行って焼いてもらって、自分が子供の頃は12月31日から1日までも寝おらんやったけんですね。うちの親父のいつも言ったのは、早く帰って紅白歌合戦を見たいし、やっぱそういうこともなかなかできなかったようですね。昔はですね。でこの間古舘一郎さんもこれやったやつ、20年前から希望だったらしい。すいません、お待たせいたしました。いらっしゃいませ。頼まれてから作り出すんですね。ですね。お願いします。買いました。今日も美味しかったですか？結構一緒に行きます。何年だろう。5年。
まだ1年ちょっとなんですよ。だからポジションが埋まってるわけですね。もう空いてる時にこう入ってみたいな。僕はペイペイなんです。もう長い人はもう店長みたいにもう20年近くになってるんですね。もう7、8年はどの人も女ですね。10年になります。 20年。うまい。優しい人かな。そうですね。好きなんですよね、やっぱね。でないとできんと。選んでね、よかったら喜ぶし。あ、いいの取れたら喜ぶんですか。ほら、おろしてみないとわからない部分ってあるじゃないですか、魚どうしても。1481円。借りた。てよ。すごいっすね。一人一つ。一人一つ。新鮮で美味しいです。ここの食べたらよそで食べられないですよ。息子と娘と。やっぱお子さんもお好きなんですか。あ、そうですね。はい、大量買いありがとうございます。はい。ここの食べたら他のところの食べない。そうだからよそで買ってくるなって言われる。どうも。改善ですよね。そうです。私のお仕事です。今日のネタを言ってもしてもらっていいですか。教えてもらってもいいですか。いいですか。ネタばっていいですか。はい。これは天然ヒラメになります。赤身ですね。マグロです。これカンパチですね。で、カツオのたたきになります。本ガツオですね。で、タイです。で、これは地味になりますね。で、ホタテ。手柱のイサキになります。イサキ。今日は、はい。なかなか変わることはないですけど、変わっても2、3品ですかね。完成です。7番です。左です。定位置お願いします。ここだけだったらそうですね。アルバイト含めたら20から30ぐらいはいる。近くにお寿司屋さんとか出してる。そうですそうです。道を挟んだ向こう側にお寿司店が3店舗ですね。すごいっすね。お父さん。長男の兄が、社長で代替わりで、事実上、引退にはなるんでしょうけど、まだ毎朝魚市場に行くのが生きがいみたいなんで、ああいうタイプを取り上げるとすぐちょっと元気なくなっちゃうので、それまでに僕らがもっとできるようになればいいんですけどね。初孫です。お父さんすごい嬉しそうですよね。じゃあもうこの子もきっとお魚食べるようになるんだね。ここ食べたらもうちょっと他行けないな。はい、そうですね。10年以上経つんじゃないですかね。魚どころの頃から来られてたからですね。もう40年昔の店からすると。美味しいですか。美味しいですよ。それはもう日本人だもの。白身とか刺身系が好きですね、私は。うちも関連のお店がありますからね。そこで食べますね。月に何度か来るような感じなんですか。ひどい時はもう週のうち4日か5日ぐらい。週4日ですか。必ずしも太っていいのがおろしたらいいかちょっとそうでもない。何でも養殖より天然の方が美味しいというとはまた間違いですね。だから養殖の方が間違いないとは間違いないです。やっぱりその時期時期による魚がありますから、今からはタイ、イサキ、5月に入ったらヤリイカ、
カツを。まあお魚選ぶ時ってやっぱ直感もあるんですか？もちろんあります。やっぱりうちは納めとかやってないですから、料理屋さん相手に一般主婦が相手ですから、だから値段もですねある程度考えないといけないんですね。いいものを買いたいけどやっぱり値段を考えるから、でも品揃えはせんといかんでしょ、お客さんを呼ぶためにですね。お父さんが今もう目利きして仕入れてるじゃないですか、もう引退したいんですけどだんだん覚えていってもらってもうやってもらわないと困りますね。もう長くはないですからね、そんなに簡単じゃないでしょうね。やっぱり私も入りたての頃はブリとヒラマサとか分からんやったけどですね、どこが違うとやろうかって。普段からそのお魚食べるんですか？どっちかというと肉の方が多いです私の考えがちょっともういっぱいいっぱいかなと思います。今からはもう子供たちがアイデア出していろんなことをやっていかんと生き残っていかんからですね。もう皆さんすごい優しかったんですけど、雰囲気作りじゃないですけどなんか心がけたりしてるんですか？いやー残念ながら私がそれがちょっと苦手やんけん従業員さんからえらいブーイングが多いと思いますそうですかもう働かれて長いんですか？15年かな。いやいい職場なのかなって思えるんですけど社長の隣で言うのはあれですけどみんな御前の塊ですな。やっぱ職人さんですからね。これホタルイカのお目目、はいはいはい、背中の骨を取ってるんです。お父さん聞いたらもうすごいお店が長いらしいですね。100年ぐらいなんでしょうね。じいさんがリアカしたとこからするならもう100年はなります。親父の兄弟は男は4人か5人いたんですよ。うちの親父だけが手伝いよったことは風ですね。小学校5年ぐらいから手伝わされたりしていた。そんな早かったんですか？小学校から帰ってきたらリアカーの前で待っとったら野口さん可愛いですね。初孫なんで、もうデレデレですね長男は宮城町って佐賀の店ですけど、そこが1号店なんですよ。もう一つすぐ近くに20坪ぐらいしかない。そこが一番繁盛店、20年超えたもんね。突破するか引くかしかなかですね